はるチャンネルの片岡はるみです。こんにちは。今日はですね、ちょっと久々というか、でも前回紹介してからあんまり時間が経ってないと思うんですけど、購入品の紹介をしていきたいなと思っています。ですね、前回の購入品紹介してちょっと結構竿とか紹介したんですけど、いやはるちゃんそれは竿が大きすぎるよとか、それは大きい魚釣る用だよとかね、いろいろなお言葉をいただきまして、割とすぐちょっとまた竿を買いまして、竿だけじゃなくてちょっといろいろもろもろ購入品買ったので、今日は紹介していきたいなと思っています。それではレッツゴー。では早速購入品の紹介をしていきたいなと思っています。まずはね、竿からいきますね。前回買った竿はちょっと大きすぎてもう重すぎたしっていうことで、同じシマノのコルトスナイパー BB のもっとこう扱いやすい竿を買いました。すいません、ちょっと見ながら説明していきたいなと思ってます。コルトスナイパー BB の S96ML、 こうかなり扱いやすいものを買って、全長も 2.9 メートルで、もうね全然違う。もうこれ1回じゃない、何回か使ったんですけど、もうね軽さが違くて扱いやすくていいなと思ったのと、あとちょっと疑問なんですけど、なんていうの、こういう釣り竿、こう振り出しじゃない釣り竿ってなんて言うんでしょう、ロックフィッシュとかルアーとかに使うんですかね。ちゃんと調べろっていう話なんですけど、なんかいつも投げ釣りとかしてカレー釣りとかもするんですけど、こういう釣り竿より結構振り出しの方がよく釣れるんですよ。でもおかしいなと思って、同じように釣り竿を出してるのに振り出しばっかりにかかるんですよ、アイナメとかカレーが。ってことはもしかするとこういう竿ってなんか硬すぎてっていうか、もしかして当たりに気づいてないのかなっていうのが一つ疑問にずっと思ってて、今振り出しだとこう細かい当たりとかも分かりやすい気がして、柔らかいんで、お魚が仕掛け餌を食べる時にこう不信感がないのかなと思って、そっちの方がだからよくかかるのかなって思ってるんですよ。やっぱそういう違いってあるのかなとか思いつつ、でもその三陸の魚にはそうなのかもしれないし、はたまた違うところだと逆なのかもしれないし、もしかしたら私が釣ってる釣り方とか釣るものに対してはこう振り出しが合ってんのかなとか思ったんですけど、ちょっとそのこうロックフィッシュとかルアーとかも今年始めたいなと思ったので、これも買って、これも投げ釣りには使ってます。でもこれでは釣れてないかな、1回ぐらいしか釣れてない気がします。で次2本目、今回2本買いました、竿。もう一つはこちら、これはシマノのホリデーパックで、これ 2.1 メートルで10の 210T っていうのも買いまして、これもね本当に柔らかくて軽くて持ちやすい。長さもないし、ないっていうか長さ 2.1 で、あとこれ振り出しなんですよ。だから伸ばしてない時こんなに短くなるんですよ。多分50センチぐらいなのかな、50センチ44.5センチらしくて、すごい便利、持ち運びにも便利で扱いやすくて、これ結構いいなと思って、しかもこれでアイナメ2匹連続釣ったんです。アイナメ2匹を同時に釣ったんです。であとカレーも釣ったんですよ。買ったばっかりだけど結構この竿で釣れてて、だからさっきも言ったように私の釣りにはこういう振り出しの軽いやつが合ってんのかなっていう印象です。でこれあとベイトリールにも使えていいなと思ったんですけど、ベイトリー
リール使う時はこう穴釣りとかしたいなと思うんで、これちょっと穴釣りには私長いんで、ちょっとそう最近穴釣り用のマスレンジャー、いつも使ってるマスレンジャーが折れてしまったんで、ちょっとまた釣り竿買わなきゃいけないなと思っててマスレンジャーと、あとまたやっぱりさっき言ったようにこのコルトスナイパーだともうちょい柔らかい投げ釣り用の竿を買いたいなと思ってるんで、また2本買いたいと思ってます。買いすぎでもやっぱり皆さんにもコメント欄からいただくんですけど、こう釣り竿とか釣り用品ってもうキリがないぐらい買っちゃいますよね。どんどん違うのが欲しくなっていくし、こうやっぱ購入品を紹介したりとかした時に、こういうのがいいよ、初心者にはこういうのがいいよって皆様からアドバイスいただくので、ああいいな、欲しいなって思って、私結構その Amazon とかでも買うんですよ。もうカートにすごい皆さんからいただいたアドバイスのものとかカートにすごい入れてて、でも釣り竿ってよく売れるのか、カートに入れててもすぐ売り切れですみたいな感じでなっちゃうんで、皆さんからいただいたコメントのやつもカートに入れてて早く買わなきゃと思うんですけど、すごい吟味したりとか、ちょっと買いすぎだから抑えたりとかしながら様子見てやってるんですけど、じゃあ次いきます。次タックルボックスっていうんですかね、これ3つセットのやつで買いまして、ホワイトじゃん。これね、なんで買ったかというと、大きいこの黒のタックルボックス持ってるんですけど、この大きい黒のやつほど荷物持たなくていいんじゃないのっていう時があるんですよ。持てるかなで、そういう時こんな大きいのいらないとか、例えば穴釣りの時とか、仕掛けとショックリーダーとハサミとかだけ入れて持ち歩くのに、なんかタックルボックスこの大きいやつ持ち歩くのが重いので、こういうのでいいかなと思って買ったんですけど、最近本当に風が強くて、冬特にもうでもこれに入れてたらこれがこうと飛んでいくんじゃないかっていうすっごい心配もあって、だからまあ冬の間はこれのみで持ち歩くのは無理かななんて思いつつも買って、でもこれに詰めといて大きいこの黒のタックルボックスに入れれるので、まあそれもいいかなと思って、この大きいやつリールとか入れて、このタックルボックスにリールとかも入れちゃってるんで、まあなんかちょっと整理したりとか、これだけでも持ち運べるように買いました。あとロックフィッシュとか始めたらワームとかルアーとかも入れようかなと思って買いました。どうなんだろう、これ使ってる人感想教えてください。これやっぱあと何入れたらいいかとか使い方なんて教えてもらえたら嬉しいです。で今ちょっと見えたと思うんですけど、あと購入品はこのタックルボックスにつけるこのリールをこう縦に入れておける、なんていうんだっけこれ、ホルダー買いました。これね使ったんですよ。使ったっていうか海に持ってったんですけど、便利ですね。本当に便利だなと思って、今まで竿の入れるケース使ってたんですけど、ゴルフバッグみたいな、まあこう肩にかけて荷物とか持ってたんで、まあ悪くはなかったんですけど、持ってたらこう肩から落ちたりとかしたり、あと長い竿だと割とここの手に持っててなんかぐらついてなんか持ちにくかったんですよ。でもこのホルダーがあるとここに刺しておけるんで、これもね、結構前から皆さんにこれ便利だから買った方がいいよって教えてくれた方何人かいて、ずっと気になっててやっと購入してよかったです。ありがとうございます。最近ですね、さっきも言ったんですけどめちゃくちゃ風が強くて、餌入れ腰につける四角い餌入れ買ってたんですよ。でも腰につけるやつって結構穴釣りとかの時にこうしゃがんだ時ぶつかっちゃって気になってて、こう外したまんま
そう置いといて使ったりもしてたんですよ。そしたら風に飛ばされたんですよ最近で。これはやってしまったなと思って新しく購入して、また同じようにこうつけれるやつの方が便利かなとも思ったんですけど、これ2個これとこれ買いました。大きさが違います。餌入れワームとかも入れれるらしいんですけど、私は磯目とかで釣ることが多いので、これ絶対液漏れしないって書いてて、液漏れというかその磯目のカスすごい、私その餌ボックスがない時にこう磯目買ったままポケットとかに入れてたら、このポケットの中が磯目のなんて言うんでしょう、砂みたいな傷、おがくずの時もあるし砂みたいな時もあって、もう砂がこの中に散らばっちゃってたんで、こういう完全に密閉されたのがいいなと思って買いました。でもさ、なんかポケットに入れようと思ってるんですけど、やっぱベストも買おうかなとか思って、夏とかもってなったらやっぱ本当に買うものが多いですけど、ちょっとなんかこれでも手から滑り落ちないかとかすごいでも心配で、まだ使ってはいないんですけど、ちょっとこれ買ってみました。あとですね、あとは最近はもう細々したもので言うと、このショックリーダー買ったりね、根がかりが多発なんで買ったりとか、私最近カレーとアイナメをばっかり釣りに行ってるんですけど、これ餌っていうか仕掛けなんですけど、最近気づいたことがあって、まあ私が行く漁港での話になっちゃうんですけど、この例えばカレーとかの仕掛けでここが緑色とかになって、ここの色が違うものとか結構売ってるじゃないですか。で、私が釣れる時ってここ赤いのなんですよ。緑ではあんまり釣ったことがなくて、だからこう赤を揃えようと思って、まだこの仕掛けでは試してないんですけど、でも赤が釣れるんで赤買いました。やっぱり最初の頃って何にも分かんないから、こういろんな仕掛け、この色いいなとかって適当に買ってたんですけど、買ってて大体傾向って分かってくるんだなと思って、あと釣れる場所とか釣れる道具とか、やっぱもしかしたらそういうのが分かってくるよってそのコメント欄でいつも教えてもらってて、なんとなくなんですけど分かってきたような気がして、でもそれに対して確証がないんで疑問に思ってて、さっきも竿のことをちょっとね聞いたんですけど、そうだからまだもうちょっとで1年経つんで釣り始めて、だからこれをまた1年繰り返したらもっともっとこう釣れる場所だったりとか釣れる道具って分かってくるのかなと思って、ちょっとステップアップしていきたいなと本当に思ってます。最近寒いじゃないですか。私のおすすめのカイロ、これマグマカイロ、普通に薬局とかで売ってるんですけど、なんか普通のカイロよりあったかい気がして、これマグマを買ってます。しかもこれ普通のカイロの2倍のやつをこれまず腰に貼ってやってます。で、あとこれは貼らないやつでポケットに入れたりとかして、これもマグマ使ってます。あと靴下にも貼ってます。これはね、なんかねマグマのやつもあるはずなんですけど、ちょっとマグマじゃなくてこれなんですよ。靴下に貼るのも絶対必需品で、あと私こうアームカバーみたいなのしてるんで、そのアームカバー服とジャンバーとアームカバーの間に入れたりとかしてやってます。本当にね、あるだけで全然違くて、本当寒いんで皆さんも気をつけて釣りをしてください。私もいつも鼻赤くしたりとか手の感覚なくなるまでやってるんですけど、こういうやっぱりカイロ貼ると全然違うんで、ちょっと体調管理に気をつけながら暖かくして釣りを楽しんでいきましょう。ということで今回の購入品はこんな感じでした。てな感じで本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございます。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。
したっけねー。